俺はあの大手自動車工場をリストラされた。中高年、他に売れるスキルもなく、見つけられた仕事は小さな町工場の倉庫係。初日、隅に目を向けると、巨大な機械が埃にまみれて置かれていた。最新式の輸入精密工作機械、金額は5000万円以上。スクラップの山のようにただ置かれているだけだ。隣にいた新人がクスクス笑った。あれ見ても無駄だよ。社長が大金投じて買って、専門家を8人も呼んだんだ。誰も動かせなかった。今じゃ超高級な紙賃さ。俺は歩み寄り、手で慣れ親しんだ筐体のラインをなぞった。直せる。作業場全体が静まり返った。騒ぎを聞きつけた社長がやってきて、俺を上から下まで無別の目で見下ろした。直せたら会社の半分をやる。無理なら残りの人生かけて弁償してもらう。工場内の空気は乾燥し、機械油と金属の粉の匂いがした。全員の視線が俺に集まる。疑念と嘲笑のスポットライト。まるで狂人を見る目だ。社長のリックソーンは40代、だらしなく太った腹、金縁の眼鏡。彼が人混みをかき分けて進み出た。彼の目はメスのように鋭く、俺の色あせた作業着から、埃まみれの安全靴まで舐めるように見た。最後に俺の手、無数のタコと小さな銀色の傷だらけの手に目を留めた。お前が？彼は鼻で笑った。信じられないというより嘲笑の混じった声だ。ジョン・カーターだったか？人事から聞いたよ、GM の倉庫管理をやってたってな。シニアテクニシャンでした俺は訂正した。声は大きくないが、言葉一つ一つははっきりしていた。シニアテクニシャン？リックは正規のジョークを聞いたような顔で、腹を揺らして大笑いした。周りからも追従する笑い声が起こった。シニアテクニシャンが倉庫係？冗談も休み休み言えよ、カーター。嘘じゃない彼の目を見据えて繰り返した。直せる。俺の視線は彼を越え、隅にうずくまる巨体へ向かった。ドイツ製 DMG モリの5軸マシニングセンター。象牙色の塗装は分厚い埃に覆われ、忘れ去られた芸術品のよう。胸が予期せず締め付けられた旧友に再会したような甘く切ない痛みだった。リックの笑いが喉元で止まった。頬の肉がピクッと動き、目は固く冷たくなった。よかろう彼は手を叩いた。俺のところにはエンジニアが20人もいる。専門家や教授に70万ドル以上かけた。その誰もお前が今言ったようなことを口が裂けても言えなかった。彼は一歩前に出て、短い指が俺の鼻先に届きそうになった。で、倉庫係の新人の分際で直せると？直せる。決まった。彼は手を大きく振った。今すぐここで賭けだ。この機械を動かせたら会社の半分をやる。書類はその場で作ってサインする。周囲から一斉に息を飲む声。会社の半分。それは数百万ドルの価値だ。リックの目は追い詰められた獣のように凶暴になった。だが、もし直せなかったり、さらに壊したら歯を食いしばり、声を低くうならせた。この機械は50万ドルだ。一生かけて働いて弁償してもらう。作業場は水を打ったように静かになった。扇風機の音さえ止まったようだ。社長、バカ相手に時間を無駄にしなくても職長が取りなそうとした。そうだよ、リック、名前を売ろうとしてるだけさ。リックは彼らを無視し、目を俺に釘付けにした。やるか、やらぬか？妻のサラの顔が脳裏をよぎった。青ざめてやつれた顔。彼女の薬代はすでに貯金を食いつぶしていた。娘は大学に合格したばかり。今ほど金が必要な時はない。俺はリストラという名の浜に打ち上げられた魚だった。
この誰もが軽蔑する技術こそ今の俺に残されたすべてだ。プライド？プライドでは支払いはできない。しかし、この胸に燃え上がる炎、みんなに間違いを証明したいという渇望が、俺を窒息させそうだった。やる自分の声が聞こえた。リックの顔に残酷な笑みが広がった。よろしい。度胸がある彼は振り返り、秘書に怒鳴った。マーク。契約書を持ってこい。いや、契約書じゃない賭けの証文だ。口先だけの男に、今日は思い知らせてやる。数分後、プリンターのぬくもりが残る紙切れが俺の前に叩きつけられた。設備修理賭博契約書。リックソーン。オツ、ジョン・カーター。条件は残酷なまでに単純。ジョン・カーターが DMG5 軸加工機の修理に成功した場合、コウは自社株式の50を譲渡する。修理に失敗、もしくは追加損害を与えた場合、オツは設備の全額減価償却費、総額$50万を負担する。一生働いて返してもらうってのは本気だぞ。リックはタバコに火をつけながら言った。煙が彼の顔を包み、一層陰険な印象を与えた。払えなければ身柄を拘束する。お前の妻と子供にもしっかり面倒を見てやるからな。露骨な脅迫だ。他の従業員が集まってきて囁き合っている。あいつ頭おかしいよ。マジでサインする気だ。見てみろよ。どうやって返すつもりだ？一生を棒に振るぞ。口先だけの男のざまだ。俺はペンを取り、一瞬、紙の上でペン先を止めた。今朝の妻を思い出した。俺の手を握りしめ、心配そうな目をして言った。ジョン、無理しないで。あなたの健康が一番よ。お金はゆっくり取り戻せばいいから。娘の電話での興奮した声を思い出した。パパ、奨学金もらえた。これでパパとママの役に立てるよ。失敗は許されない。絶対に勝たなければ。一瞬の迷いもなく、俺はオツの欄にジョン・カーターとサインした。書き終え、顔を上げ、リックの軽蔑の目と向き合った。社長、前借りがいる。3月分支給分を。リックは俺を見つめ、呆然とした。そして、先ほどよりもさらに大きく、あざけるような笑い声を上げた。はははは。仕事も始めてないのに、金の話か？この野郎言葉を飲み込み、表情は純粋な嫌悪に変わった。よかろう。欲しけりゃくれてやる。会計に命じ、札束を持ってこさせ、みんなの前で俺の目の前のテーブルに叩きつけた。$2000だ。妻さんの薬でも買え。緑色の紙幣が木の葉のように散らばり、床に舞い落ちた。何枚かは近くの旋盤の油まみれの台座の下に滑り込んだ。その瞬間、すべての音が遠のいた。頭に血が昇る音しか聞こえない。屈辱という鈍いナイフが俺の内臓を切り刻んだ。俺は黙ってかがんだ。数十の視線の前で、俺は一枚一枚紙幣を拾い上げた。一枚一枚に他人の体温と軽蔑が染みついている。油の染みた紙幣のシワを丁寧に伸ばし、きちんと折りたたみ、胸の内ポケットにしまった。リックの後ろに立つ白いサンデレスを着た20歳前後の女性彼の娘、リサだろうが眉を潜めた。俺は誰も見なかった。振り返り、埃まみれの機械へとまっすぐ歩き出した。背筋はピンと伸びていた。もう、お前は俺のものだ。俺は DMG の機械をゆっくり一周した。まるで長く探していた友人を確かめるように。他の者たちはチリチリになって作業場に戻ったが、俺に向けられる視線、耳を澄ます様子が感じられた。皆、隅の道化師がどう失敗するか面白がって見ているのだ。リサだけは去らなかった。
少し離れたところに腕組みして立ち、隠そうともしない疑念と好奇心の表情を浮かべていた。工具セットがいる俺は彼女に言った。彼女は眉を上げた。どんな工具？倉庫にはいっぱいあるでしょ？自分で取りに行きなさいよ。俺は首を振り、一連のドイツ語を口にした。エインコンプレットガルニターボン DER ホフマングループ、ドレモメンシュス、サツフェインメススクラウベン、ホフマングループ製のフルセット、トルクレンチ、精密マイクロメータ一式。リサの表情がこわばった。彼女には断片的にしかわからないが、本場のドイツ語発音が、彼女の顔の調子を少しずつ削り取っていく。なんて言ったの？俺は英語に戻り、丁寧に繰り返した。ドイツ製ホフマングループの工具セット。16点ソケットセット、トルクレンチ、精密マイクロメータ一式だ。工場設立時に機械と一緒に買ったはず。銀色の金属ケースに入っている。職長のデイブという疲れ切った中年男が鼻で笑った。おいカーター、何様のつもりだ？どこに何があるか知ってると思ってるのか？そんなものここにはないよ。ある俺は静かに言った。倉庫、2列目の棚、上から3番目の箱だ。エルサッツ邸へ予備部品とラベルが貼ってあるはず。デイブの顔色が変わった。エルサッツ邸へはドイツ語で予備部品。確かにラベルはあるが、工場でその意味を知る者はほとんどいなかった。リサの目が輝いた。職長に向き直った。デイブ、見てきて。デイブは俺が当てずっぽうで言ってるだけだとうつうつ言いながら、2人の作業員を連れて倉庫へ向かった。数分後、3人は埃まみれの銀色の金属ケースを運んで戻り、顔には驚きの色が濃く刻まれていた。ケースを開ける。中には赤いビロードの内張りに、新品同様のドイツ製工具がきれいに収まっており、金属の光沢を放ち、表面にはまだ保護用のオイルがぬるっと光っていた。デイブの顔は赤くなり、青ざめ、また赤くなった。見物人からかすかな驚きの声が漏れた。リサの俺を見る目は完全に変わっていた。俺は気に留めなかった。ポケットから取り出した老眼鏡をかけ、ケースから細長い金属棒メカニック用の聴診器を取り出した。電気キャビネットも開けず、診断機器もつながない。そっと棒の一端を機械の主軸ハウジングに当てた。そしてかがみ込み、もう一端をしっかりと耳に押し当てた。目を閉じた。その仕草は、熟練した老医師が持病の患者の胸の音に耳を傾けるようだった。へえ、大見え切りやがって。誰を騙してるつもりだ？若い作業員が囁いた。ああ、機械語り部か？聞くだけで診断できると？リサは眉を潜め、明らかに俺の行動に当惑している。俺は何も聞いていない。世界は俺とこの機械だけに収縮していた。内部からのかすかな音が聞こえる。歯車同士のかすかで異常な摩擦音。ガイドレールが滑る時の微細でぎこちない躊躇。潤滑ラインの特定ポイントでかすかに弾ける気泡の音。他人にはただの雑音でも、俺には詳細な診断報告書のようにはっきりと聞こえる。丸10分間、俺は動かなかった。それから体を起こし、メガネを外した。俺の荒れた手を伸ばし、恋人を撫でるように、冷たいガイドレールの継ぎ目を指先で何度もなぞった。指先はミクロンの単位で、ほんのわずかな狂いや摩耗を感じ取ることができた。それで？ついにリサが沈黙を破った。声には先ほどまでの軽蔑はなく、純粋な当惑がにじんでいた。俺は彼女に向き直り、再び集まってきたリックや他の作業員たちにも向き直った。そして診断を告げた。電気系統の問題じゃない。機械の XY 軸駆動モジュールだ。
輸送化設置の際に強い衝撃を受け、機械精度が不可逆的に失われている。初期推定で少なくとも50ミクロンのズレがある。その言葉は作業場に爆弾のように投げ込まれた。リサの目が大きく見開かれた。彼女は近くのデスクに駆け寄り、書類の山をかき分け、一枚の報告書を引っ張り出し、俺に見せた。でも、あの8人の専門家の診断報告書には、メイン制御チップ過負荷傷損、駆動回路基盤故障、マザーボード及びサーボシステム全交換推奨って書いてあるよ。報告書には、メイン制御チップ故障の文字が太い赤で記され、その後には衝撃的な修理見積額15万ドルが記されていた。俺の目が報告書を一掃し、唇に冷たい笑みが浮かんだ。奴らは間違っている。どうしてそんなに断言できるの？リサは声を詰まらせながら食い下がった。俺は機械ベースの目立たない六角ボルトを指さした。このボルトは工場出荷時の機械のレベル調整の基準点の一つだ。そのトルク規定は非常に厳しく、誤差は 0.1 ニュートンメートル以内。俺は指でそっとボルトをひねってみせた。だが、このボルトのトルクは間違っている。再示されている。しかも素人がだ。再調整どころか、工場出荷時に設定されたベース全体の応力バランスをぶち壊している。それが精度低下の真の原因だ。電気系統のアラームについては、俺は一呼吸置いた。システムの自己防衛機構が作動しているだけだ。機械誤差がサーボモーターを過負荷にさせている。作業場は水を打ったように静かだった。みんなが俺をまるで異星人のように見つめている。倉庫係がただ耳と手だけで精密機器を駆使した8人の教授たちの結論を覆した。信じられない話だ。リックの顔には疑念と衝撃が入り混じり、激しい感情の嵐が渦巻いていた。リサは完全に打ちのめされていた。目に残っていた最後の軽蔑も消え、深く、隠そうのない驚きと強い好奇心にとって変わられていた。口先だけなら誰でもできるリックが沈黙を破り、顔を曇らせていった。直せると言ったんだろう？なら直せ。聞こえたか感じたかはどうでもいい。俺が見たいのは結果だけだ。わかった。俺はそれ以上何も言わなかった。上着を脱ぎ、色あせた灰色のタンクトップ姿になった。新品のホフマン工具セットからいくつか変わった形のケーキを選んだ。図面もなく、修理マニュアルもなく、俺は機械の小悪動システムの分解を始めた。俺の一挙手一投足には不思議な流れるようなリズムがあった。どのネジをどのくらいの力で緩めるか。どの部品をどんな順序で外すか。すべては1000回も練習したかのようで、動きは筋肉の記憶に染みついている。俺の手、あのタコと傷だらけの手は、ダンサーのような優雅さで動いた。最初はただの見せ物だと思って見ていた作業員たちも、次第に静かになった。見ろよ、知ったかぶりして。組み立てられなくなったら大笑いだ。ああ、これはドイツの技術だよ。マニュアルなしでいじったらダメだ。自業自得さ。しかし、次第にクスクス笑いは止んだ。みんなが口を閉ざし、表情は面白がりから沈黙へ、驚きへ、そしてついには畏敬の念に近いものへと変わっていった。彼ら訓練された目には、俺のやっていることは単純に不可能だった。それは技術を超え、芸術の域に達する技量だった。リサはどこからか分厚いオリジナルのドイツ語修理マニュアルを見つけ出していた。彼女は必死にページをめくり、本と俺の手を交互に見つめていた。口をポカンと開けた。嘘あなたの手順。彼女は言葉に詰まり、声を震わせた。マニュアルに載ってる極限状態における緊急構成でも、ドイツの教授はこれは理論上の最善ケースで実際にできるものはいないって言ってたのに。
その手順には不可能なほどの感覚、経験、判断力が要求された。ほんのわずかなミスがコアモジュール全体を台無しにする。俺は顔を上げず、特殊なノギスでボールネジの隙間を測定することに全神経を集中していた。理論？俺は静かに言った。20年前、ハノーファーで DMG の古参職人たちが一から教えてくれたんだ。俺は一息つき、額の汗を拭った。リサの呆然とした顔を見上げ、自分の過去の一辺を明かした。20年前、ドイツ、ハノーファー。DMG 本社。彼らが招待した我が国からの最初の技術者グループの一人だった。頭には情熱と野心に満ちた時代がよみがえった。回想。20代、パリッとした青い制服を着て、世界最先端の工作機械の前に立ち、知識に対する飢えた目を輝かせていた。厳格なドイツ人エンジニアと世界中から集まったトップ技術者たちに囲まれていた。負けず嫌いと生来の才能に突き動かされ、記録的な速さであらゆる技術を習得した。ドイツの職人たちと設計改良について議論さえした。一緒にビールを飲み、図面を前に徹夜もした。構成した機械には一つ一つ名前をつけた。ブロンドで青い目のエンジニア、クラウスは俺の肩を叩き、片言の英語で言ったものだ。ジョン。君は天才だ。真の機械の天才だ。回想終わり。俺は目の前の埃まみれの機械を見つめ、目を細めた。あの頃、このモデルは DMC60H って呼ばれてた。俺たちはイングリッドって呼んでたな。彼女は誇り高く精密なドイツ女性のようだった。最大限の優しさと理解を持って接しないと完璧な一面を見せてくれない。俺はただ長年会っていなかった旧友と近況報告しているだけさ。リサは言葉を失っていた。彼女は俺を見つめた汚れたタンクトップを着て、背中が少し曲がったこの中年男を。彼女には目の前の男とリストラされて下賤な仕事に就かざるを得なかった落ちぶれた工場労働者のイメージが結びつかなかった。認知的不協和が大きすぎた。あなたどなたですか？彼女は敬語を使い、声を震わせて尋ねた。俺はただ微笑み、答えなかった。作業に戻った。特殊な技法で、まるでカゲロウが水面をかすめるように、構成モジュールのロックピンを叩き始めた。一打一打の力加減と位置は、恐ろしいほど正確だった。作業場に響くのは、澄んだ規則的なトン、トン、トンという音だけ。その音は、見守る一人一人の心臓を打つハンマーのように、彼らが深く信じ込んでいた学位や肩書きで人の価値が決まるという傲慢さを粉々に打ち砕いた。3時間後、機械的構成は完了した。最後のカバーパネルをはめ、最後のネジを締めた。全工程、完璧だった。外した数百の部品のうち、余分なものは一つも、足りないものも一つもなかった。終わった俺は体を起こし、深く息を吐いた。作業場は静寂に包まれた。みんなが息を止め、奇跡を待っていた。リックの拳は白くなるほど強く握られ、手のひらは汗で濡れていた。希望、不安、疑念が入り混じった複雑な表情を浮かべていた。リサは露骨な憧れの目で俺を見つめていた。彼女は制御盤に歩み寄り、深く息を吸い、わずかに震える手で緑の起動ボタンを押した。ブン。滑らかで心地よいモーター音が響き渡った。機械の液晶画面が点灯し、一連のインジケーターライトが点滅しながら自己診断シーケンスを開始した。動いた。画面がついた。作業員が興奮して叫んだ。リックの顔に純粋な喜びの笑みがこぼれた。動いた。本当に動いた。8人の専門家がお手上げだったこの金属の塊が
この地味な倉庫係によって蘇ったのだ。しかし、彼らの喜びは10秒も持たなかった。ピーピーピー。甲高い、耳をつんざくような警報音が、作業場の静かなブーンという音を切り裂いた。液晶画面が点滅し、ドイツ語の赤いエラーコードの壁が表示された。一番上には、太字の警告メッセージが、みんなの希望を貫くように突き刺さった。システム過負荷。直ちに停止せよ。警報音は耳を貫くように鋭かった。ついたばかりのライトはすべて消え、画面のコードは狂ったようにスクロールした後、どす黒い赤一色に固まった。ほんの一瞬前に作業場を満たしていた祝賀ムードは、瞬時に冷や水を浴びせられたようだった。リックの笑顔は顔にこびりつき、苦痛にも似た醜い形相に歪んだ。どうしてこうなった？動いていた。なぜ急に警報が？ちょうどその時、作業場の入り口から慌ただしい足音が響いてきた。孫社長。孫社長。エヴァンス教授を連れてきました。秘書のマークが50代後半のきちんとしたスーツを着た男性を案内していた。リックが雇った8人の専門家のリーダー、エヴァンス教授本人だ。教授が入ってきて、機械のそばに立つ倉庫係の俺を見るなり、顔を曇らせた。全くもって非常識だ。彼は怒声を上げ、学歴を傘に来た尊大さと、権威を脅かされた男の怒りを声ににじませていた。孫社長、私が申し上げたでしょ？これは非常に繊細な装置です。訓練を受けていない者が振れば取り返しのつかないことになります。どうしてこんな便利屋に私の患者を触らせたんです？彼は制御盤に駆け寄り、どす黒い赤のエラーコードを一別し、深い悲しみに顔を歪めた。大げさにももを叩き、画面を指さした。もうダメだ。完全にダメです。孫社長、マザーボードが完全に焼き切れました。以前はただの駆動チップの問題で、まだ望みはありました。ですが彼が触った後では、高電圧サージでメイン CPU が焼け焦げた。この機械は今、正式にスクラップ同然です。修理の見込みはゼロです。教授の一言一言が、リックの心を金槌で打ち砕くようだった。リックの顔は青白くなり、時計色に変わり、最後には暗く険しい黒さを帯びた。彼は振り返り、目を俺に釘付けにした。その視線はあまりに冷たく生々しく、骨までそぎ落とすかのようだった。ジョン・カーター。その声は喉の奥から絞り出すようなうなりで、騙され裏切られた男の怒りに満ちていた。俺が署名した生死をかけた証文、50万ドルの借金が、無形の山となって俺の頭上にのしかかってくるようだった。周囲からの視線面白がる者、哀れむ者、嘲笑する者が絡み合い、息苦しい網となり、俺を中心に閉じ込めた。俺はリックの殺意さえ感じる睨みつけと、エヴァンス教授の得意げで勝ち誇った薄笑いと向き合った。そして、一言一言をはっきりと、こう言った。彼は間違っている。これはカフカじゃない。セキュリティプロトコルだ。誰かがシステムの安全域地を故意に変更した。教授は俺が言い終わる前に大声で笑い出した。馬鹿げている。全くもって馬鹿げている。彼は俺の鼻先を指さし、周囲に訴えた。聞け。回路図も読めない倉庫係が、俺に安全パラメーターについて講釈を垂れるだと？これほど馬鹿げた話は聞いたことがない。これはハードウェア損傷による典型的なカスケード故障だ。安全パラメーターが何か分かっているのか？この機械のバックエンドにアクセスするのにどのレベルのセキュリティクリアランスが必要か、少しは分かっているのか？彼はリックの方に向き直り、作り物の同情を込めて追い打ちをかけるように言った。孫社長、あなたはお人よしすぎて、このペテン師に騙されたんです。ほら見てください。
50万ドルがパーです。リックの拳はきしむほど強く握られ、手の甲には血管が浮き出ていた。彼は俺を指さし、怒りに震える声で言った。カーター、とっとと説明しろ。さもなくば、あの契約書は。今日、お前はこの作業場から歩いて出られない。